毎週金曜日更新人生1周目の寄り道ラジオということで、今週はどうですかヒロさん。どうですか、どうですか。いやー、やっぱ年末の年越しそば行く時間わかりませんよね。雑すぎる。いやだから言ったやん、名乗った後に毎週金曜を入れた方がいいんじゃないのって。でもそしたら毎週金曜日の後俺がもう一回ボケに入るためにはお前無理やり上からかぶせるっていうだって救われへんもんお前がこの順番やと。でそっちのパターンもやってみるじゃん。そっちのパターンもやってみよう。おはようございます。どうもケイです。ヒロです。毎週金曜日更新人生1周目の寄り道ラジオということで、どうですかヒロさん。やっぱり年越しそばって何時に食べるべきかわからんと、昼に食べたものを年越しそばとしてカウントしちゃいますよね。日本語が怪しくなっちゃった。これ日本語がもうお前2回目ボケは無理やろ。いやおもろくならん。やろうって言ったらそっちやもんだって。お前何やらせてくれてんねんお前。年越しそばカウントしていいかわからんの前に、まずこのね最初のやつカウントでしていいんかわからんくなってもうでも2回やっちゃったよ。まあどっちか採用しますわ。どっちか採用すればいい。どっちか。まあ、両方やけどね。どっちかとかないから。これ全部オンなんこれ今。全部オンか全カット。じゃあどうやって始まって何これもう始まったんや。じゃあ、こっから喋る中でその一文字ずつ取っていったらいけるから。じゃあもうオープニングのくだりもだから録音もほぼしやんでいいってこと。録音はまだしてない。デレ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 すぐにタモリ出す。タモリ別にパーソナリティとかじゃないから。お前がストーリーテラーなタモリは。知らん。あの番組においての役割ネーム知らんけど。なんやその肩書き。聞いたことないわ。何でこれ何これもう始まってこ年越しそばがなんてどうすんの。で年越しそばって何時に食べるかわからんよなって。君何時に食べてるいつも。年越しそばはね、実家におった時は、なんかそのお蕎麦屋さんに食べに行ってたのよ。あ、そうなんや。そうそう。めっちゃちゃんとしてるやん。家族とかでじいちゃんばあちゃんとか親戚とかでもうみんなで行ってた。やけどそんなお蕎麦屋さんって当たり前やけど年越しそば大繁盛なのよ。そうやんな。めっちゃ書き入れ時や。だからその18時とか19時とかにもう行ったらあかんのね。めっちゃ待たされるから。で何を血迷ったか、うちの家族は毎回なんか15時台に家を出16時半ぐらいにすすり始めるっていうその混雑回避のために。まあそれも割と早いんじゃない、でまあ一応でも晩ご飯扱いなのよそれは。じゃあその後晩ご飯でそのお腹減るやん。なんか夜中寝る前とか夜食の時間ぐらいにお腹はもう減るやん明らかに。そうやな。でそこでみんなでそのカップのそばをずるずるよ。そば以外は食えるやろ別に。なんでそば限定やねん。それはもうどん兵衛だのまあまあ他は思いつかんな。そばがね、ずるずるよ。カップのそばって言ったらどん兵衛一強やもんな。一強やもん。それ以外聞いたことないもん。だってもう他だって一平ちゃんとか UFO とかあっちのそばになるからね。焼きの方にな。焼きの方に。焼きの方ってあかんのかな。あれだって中華そばなんか一応麺は。まあそば粉は使ってないもんなきっと。そば粉が大事なん。そうなんじゃないの。だって年越しそばだってそのイメージしかなくない。焼きそばですって出されても何やってなるやん。でもあれやろ、なんか長ければええんやろ。でも意味合い的には
意味合い的にはな、その日本人であることを忘れるなよ、お前。意味合い的には別に。だってその家族みんなで行った時、親戚のそのちっちゃい子とかは「もうカレーうどんがいい」とかでもう長きりゃええんやとか言って食ってた嘘。よかった、まだ麺類で。その子まだ救われる。まだ救われる。そうなるよ、でも。そうか。いや、俺でもな、年越しそばは割とな、マジギリギリ、年越しギリギリに食ってる、いつも。越しながら食ってるってこと？いや、11時とか11時半とか。ああ、もうマジギリギリや。そのマジギリギリに食って、最後なんかテレビ見ながら年越す。ああ、じゃあもう時間一応分かってるやん。それでいいんじゃん。でもなんか正解がなくない？正解ってあるんあれ。ないんじゃない？大晦日に食えばいいんじゃないの？あ、そうなんや。大晦日であればいいのね。難難しいですね。難しいですね、これ。大晦日。まあ、解散。解散です、こんなもんは。そうやね。いや、その運の時間別にそんないらんよ、お前。まあ、調べました。調べた。調べやがった、こいつ。まあ、まず調べたら今時まず AI が出てくるんで、AI による概要をまずね、いきます。もう信じ込んで。はい。年越しそばは、大晦日にそばを食べ、一年の厄災を断ち切り、長寿や金運、家の繁栄を願う日本の伝統的な風習です。知ってましたか？そうらしいですよ。そうなんや。断ち切るんですね。断ち切るらしい。だから細く切れやすいそばで行くらしい。あー、なるほど。俺のだから親戚のチビはちょっと断ち切るの苦労した可能性あるな。だから最悪をカレーうどんやもんな。カレーうどんやもん。なんか変なもんがついてきてる。ちょっとグッといかんとこれあいつだからちょっと頑張った可能性あるな。頑張って、まあ、その年ちょっと大変やったんやろうな。大変やったかもしれない。でも時間はいつでもいいらしい。大晦日中やったら。あ、そうなんや。でもまあさすがに年が明ける前に食べ終えないとちょっとおもろいこれ。年を越してから食べると食べ損ねたとされる場合もっていうけど、なんか別に専門的な用語があるわけではない。食べ損ねたとされる場合もあるらしい。あ、そうでしょうね。そうでしょうね。鍵カッコついてる、食べ損ねたに。そこそんな強調せんで分かる別に。まあそうでしょうね。まあ年内に食べ損ねたっていうことね。食べ損ねた。AIU。なんでもええやん、ほんま。AIU って言った今。AIU、ほんま。言うてへんの。知らん技術やねんけど。何 AIU。言うてない。でも、そばちゃんと食ってるんやね。いや、どうなの？みんな食わんの？毎年。いや、俺一人暮らししてから食ったかな。あんま記憶がないかも。なんか食いたならん？いや、でも分かる分かる。普通にまあ美味しいしな、なんか。そうやんな。今日はそばの日やなと思ったらまあ食べたくなるかも。じゃあ今年は決定ですね。今年はどん兵衛とか。そうやな。どん兵衛とかね。あれさ、ちょっと待って。赤いきつねと緑のたぬき、どっちがそば？緑のたぬきやね。たぬきそばやもんな。赤いきつねはうどん？きつねうどんやな、多分。そやんな。緑のたぬきでもいいわけよ。何今自己紹介したお前。いや、誰が緑のたぬきやねん。まあ言うとりますけどね。言うとりますけど、ね。そばの話、こんな引っ張んの？お前、こねすぎ。そばの話、お前。そばめっちゃ伸びるやん。そばすごいよ。断ち切りがいがあるね、今のトークはね。すごいね。お前断ち切れたもん。お前もう年越しそばいらんで、今。今食えたってことこれ。薬剤を。なんで？俺はいらん。お前はいるんや。俺は自分で断ち切らんかったから、今。こねただけやから俺が今切ったからね。そう。こんな感じなんや、俺の今年の年越しそばは。お前もうそれでいい。合ってる？絶対間違ってるやん。切れたからね。まあ言うとりますけど。言うとりますけどもよ。まあ年内最後なんで、これぐらい喋っとかんと。
まあまあそうね。冒頭で15分ね。冒頭で15分よ。15分も喋った今。いやまあ15分ぐらいは経ちまいやすよ。 15分やけど、最初の5分10分は自己紹介から言ってたから。2回やったから。お前2あそこでまず回やったことロスが言うな。ロスがあるから。お前途中で2回やったことおいお言うたら前何入れ編なあかん集しようとやろお前してんねんお前。おお前何切ろうとしてんねんお前。ふざけんなよおふざ前。けるなよ。ふざけんなよお前。ちゃんとタモリのストーリーテラーのとこも流してな。もう全然カットできんようになっちゃったもん。タモリまで入れられた今ようちのラジオ3分の2タモリやから冒頭。でも今回のタモリは落ち着いてたよ。ストーリーテラーのタモリやから。ミュージックステーションのタモリとはちょっとは違うからね。前までのタモリだいぶ主張すごか主ったもんな。張すごかったもん。そうやった。来週はブラタモリが待ってるから。お前もう次々とお前年明け一発目ブラタモリが待ってる。年明け何の話してんねん俺ら。おいこれ本題に入らん。これいつ本題に入るんや。入ろう。今でしょ。もうなんか全部なんか別にタモリさんも言うて前は古いしな、きっと。まあ別に今をときめくではないわな、タモリは。そうやんな。ずっとときめくそう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 。タモリ。全盛期で言うとあの頃よ。あの頃は。だから古いね。いやいや、お前が悪い。悪くない。全部。今のは悪くない。絶対お前が悪い。なんでやねん。和田アキ子こっち見てたもんよ。目やったもん見て今。へんよ。目やった時なんて言われたお前。じゃあ分かった。正解分かりましたよ。ミスター。迷ってるな、お前。一番やってもうだ。なんや。ほな。中途半端な。はい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 。中途半端なじゃないのよ。あと和田アキ子のな、モノマネお前の方がうまいからな。どっちかというと。俺の担当じゃないの。知らんあとでやんがたいつも振ってるだけやからこっちが。そうやな、うん、俺がやってるもんな。では本題にはい入りましょうか。まあラジオといえばやっぱお便り読むおって便りいうのがね、そうですね。まあなんかイメージあるじゃないですか。普通おたとか言いますね。なんかね、そのコーナーごとにお便りさやったりみたいなイメージがあるやんか。っていうことで、お便りを書いてきました。キモ。書いてきました。何書いてきました？はい。いやだからさ、その書いてきましたっていうのはいいんやけどさ、君が書いてる横で俺通話おったからさ俺がポチポチやってる。目新しいリアクションできんくてすまんな、なんか。書いてきたの気持ち悪いお前とかじゃなくて、きっしょいっていうだけっていう。まあ募集前なんで、決して届かなかったとかじゃないよ。募集してないからね。みんな見てくれてるけど、ちょっとこっちの、やっぱ仕事量的にちょっとみんなのお便り読んでる時間ないから。それ嫌なやつじゃない。書いてる時間あったら募集しろよっていうのあんねんけど。一番暇やんけ、お前らって。一生懸命書いてのお便り。自分のラジオのお便り自分で書いてな。まあまあ、でも負けを認めたくないんで、まだ募集はしないですけども。そうですよ。募集しない限りね、負けないから、こっちは。皆さん、待っててくださいね、すぐに。ほんと。まあ、そう慌てないで。一旦落ち着こう。はい、ちょっと今回試験的なんで、だからさっき書いたんで、ちょっと1個しか書いてないですけど。そんなことないもんな。お便り1個だけのコーナー。お便り1個だけのコーナーあんまないの。では、お便り。ヒロさん、ケイさん、こんばんは。はい、こんばんは。ちょっとトーン合わせてもらっていい？こっちなんかちょっとスッと言ってるから。こんばんはじゃないのよ。真面目なお便り来てるから。書いてるから。じゃあもう一回最初から。もう一回最初から。お便りいきます。ヒロさん、ケイさん、こんばんは。はい、こんばんは。いや、変わってない、何にも。いや、変わってるって。ちょっとトーン落としたやん。ちょっと、いや、じゃあなんか、そのテンポ感が悪い。はい、こんばんはみたいな、こんなんか。何が悪いねん。なんか違うわ。突然ですが、誰かに期待をするのは自分勝手な行動なのでしょうか？それとも愛なのでしょうか？
勝手に期待をして勝手に裏切られてというのは世間的にはあまりポジティブなことではないように思います。ただ、他人に期待をすること自体が悪なのでしょうか。家族や恋人、友人に対して何も期待をしない、あるいは何も期待されないというのは少し寂しいような気がします。誰かに期待をするということについて、善悪の境界線は一体どこにあるのでしょうか。終わりですか？終わりました。ありがとうございます。話入る前うに、ん。この重いお便り自分で書いてきた。書きましたさっき書いてきました。マジで肝コーナーやん、これ。さっき飲み物とでトイレ行く前に書きました。うん。すごい内容書いてきた、こいつ。書きました。期待されるされへんで寂しいとかな、そういう話やね。いや全部お前ざっと言ったね、今。うん、そういう話よ。まあよく言いますね、それも。よく言うでしょ？よく言うけどやな。よく言うでしょ？まあ難しい。確かに寂しい。確かに言われてみれば、うん。期待せえへんのもされへんのも寂しいな。そう、寂しいやん。でもまあ、なんかでも逆に誰かに期待をするというのはもう自分の理想を押し付けてたりとか、本当の相手がどうこうじゃなくて自分が勝手な独りよがりなみたいな、なんか言葉がなんかすごいいい言葉やみたいになんか言われがちやんか。ただ期待しないがいいのかっていうところもちょっとあるわけよ。っていうことについて、本日はヒロさんにお越しいただいているので、どうもこんにちは、ヒロです。今から3時間みっちり議論していきたいと思います。3時間です。よろしくお願いします。4週分ぐらいやります、これ多分。クソ長。第3回にして。いやでもね、これね、なんかむずいなと思うわけよ。いやまあそうね。別になんかネットに転がってるようななんか名言チックなのを残したいわけではないの、この回で爪痕を残そうというわけじゃない。なんか残したそうにしてるけど、悩んだまんま行きましょうっていう温度感でいきたいんやけど。いやそれ今何を期待されてんのお前。今何の期待に応えようとして今そのうめき声。いやなんか、いい言葉を返さなあかんのやろうなと思って頑張って出そうと思ったら、何も出へん。裏切られたんやだから俺は今。これです皆さん、こういうことなのよ。でも期待はしてまうよな。なんか身近な、なんか、なんていうの、自分に近しい人になればなるほど期待、そういう意味での期待はあるんじゃない？いやそうなのよな。なんかもう、まあ、この話はなんかね難しいんやけども、いろんな期待があるよね。まずね、ちっちゃいことから大きいことから中くらいのことからちっちゃいと中くらいの間のことからさ、中くらいと大きいの間のこともあってさ。誰がそれ若ちこ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 じゃないわ。誰が気にできんの？売れないねこの若ちこは。ちっちゃいことと中くらいのことの間のことから大きさを表すことに対してめっちゃちっちゃいことにこだわってもうてるもんだって。若ちこがまず若ちこ側がもう気にしてもうてるもん。お前あいつのことを若ちこって言うなよ。若ちこ側が若ちこ側って何？若ちこサイドがだって気にしてもうてるもん。何の話だったっけ？お前今なんて言ったお前？ちっちゃいことから中くらいのことからなんて。まあなんかいろいろ期待するのはいろいろあるやん。なんか例えばまあなんでもいいよ。なんかあいつさっきなんかアイスクリーム買いに行ったけど俺のも買ってきてくれんのかなみたいな期待からさ、もっと深刻なね、友達とか恋愛、まあ家族あんまないかもしれんけど、なんか恋人とかになると、いやそうなんかまあ自分を優先してくれるやろうとかさ、一番にとかさ、なんかもうそういうまあ重めのことからさいろいろ期待してまうわけやんか。そうやな。でもその中には絶対自分勝手な期待もある上で、でもじゃあ友達とかの
まあ何でもいいなんか挑戦してるさ友達がおってそれを応援してその頑張ってなんか一番になってほしいなっていうこの期待はじゃああかんのかっていう話もあうるわけやん。ん。で期待することをなくすのもなんか寂しいなって思うわけ。そやな。でもじゃあ自確かに。分が一方期待する側になった時にこれは結局なんかどっちなんやろうなみたいに思うこともあるの。ここに、えヒロさんが一石を投じてほしいというこの私の期待にああ、やばい。答えていただきたく今回お便りを書かせていただいたんですけど人選ミスこれが悪い期待の例やねんなまずな、簡単に裏切られるよと一言も出てないのにお前人選ミスとか言っていや一言ミスりもすぎやろ。出てないからミスやねん。ミ普スりすぎ通なんかもっとあるや3ことろ。ぐらいはこうスッと出せるはずやもん。ないんかやまあでも期待、まあ、自分がそのなんかするとき、俺は割とそのあんま期待してほしくない人やねんけど、してほしくないんや。そう、なんかあんま自分に自信がないからさ、その、なんかあーまあまあやるときわかるなでにも、いっぱいなんか、あれもやってくれる、これもやってくれると思われたら、うんちょっとしんどくなるやん。わかるわかるわかる。それやったらストレスフリーな方がいいから、まあ、だからその前の回でも言ってたかもしれんけど、その、自分がアホっぽいのを前面に出してまう、まあある意味なんかハードルを下げるというか自己防衛の一環でそう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 。アホを演じてまう部分があると。あくまで演じてるとそうそうそのアホは本当はアホではない。まあいや、演じてるっていうか、まあ、前面に出てるだけ。にじみ出てる。そうそうそう。ただ、アホの部分を包み隠さず前に出してるだけ。隠していないだけ。そうそうそう。そいつが周りに期待されんの嫌とか言うなよお前。小難しいいやだかアホやなら、だから、その、俺の人生的には、その、ほとんど期待をされることがなく今まで過ごしてきたわけよ。そうだからもう、やめて。あ、答えもう出た。期待するのは一律やめて。これです。まあ、俺に関してはやめて。いやお前がじゃあ周りに期待することはないの。そう、だから自分がそういう人間やから、その周りに対してもちょっと控えめにしようっていう考えはあるよ。でも、なんやろ、その、例えば職場で、その誰かがこれやってくれるみたいな、なんか、あの人だったら大丈夫やな、みたいなのは、思うけど、そのまあ、ちょっと目を光らせておいて、無理そうやったら俺がやるみたいな。まあ一応ね。そう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 。まあ、そこら辺の、なんていうの、気の回しはちゃんとするけど、なんか君さっき家族はそんなないって言ってたけど、俺は家族の方にちょっと多いかなと思って。家族に多い。そう。なんか、なんやろ、例えばじゃあ、晩ご飯は誰かが作って置いといてくれてるかなとか。まあわかるな、でも。なんかこの端っこの掃除もやってくれてるかなとか。なんか誰かがこれ後で済ましてくれるやろみたいな。なんかよく言うのはさ、トイレットペーパー変えた後、芯捨てるとかさ。所ジョージが全部やるやつね。知らんのよ。所ジョージと住めば解決よ、お前。知らんし。所ジョージが率先してやるやつやろ。所ジョージと住んでない。そうなんや。所ジョージがやるかは知らんねんけどさ。所ジョージはやる。あいつのことをジョージって呼ぶお前さっきからすごい、若ち子とかジョージとか、お前しか呼んでないよ、それ多分。いやそう、だから俺は家族にはちょっと期待しすぎる部分があるかもしれん。その代わり、周りはあんまりない。なんか、ある程度距離ある人にはなんか一定量の期待しかしやん。まあ、ちっちゃいことしか。でも、なんかある程度その深い仲になると、期待のあれも上がっていくやんか。そうやな。なんか家族はな、なんかな、俺の中ではその関係性はめっちゃ深いけど、期待する内容一個一個が、でもお前と一緒かもしれんけど、なんか、テーマ的には小さいやん。なんかやっといてくれるから料理かとか。お前料理小さいとか言うなよ。でかい。積み重ねやし。
でかい。そう、でかいな。すごい、こいつ。掃除もでかい。自分の意見トイレットペーパー1個もでかい。それは言うてへん。大きい。言うてへん、俺。大きいね。大きい大きい。大きいそれうんちの話うんちの話。これ大丈夫うんちの、その大きいうんちをした後に、この、カエルとかの話やからね。こいつのうんちボタンを押してもら俺。やばい。うんちがね、でかいという話ですわ、これは。おい、これ大丈夫なんか。おい、ポッドキャストってどこまで OK やん。うんちに期待をするかどうかっていうのもあるからね。なんてうんちに期待するかどうかある。死ぬ。うんちに殺される。お前のうんちに俺定期的に殺されてるんやから。なんていやでもなんか特にその期待されるもそうやし、するでもなんか居心地悪い期待はね、なんかやっぱね、めっちゃ仲いい友達とか恋愛とかの方がなんか大きいかも。家族っていうものがその安定しすぎて、その関係性としては。なんかそのだからちっちゃく大きい。そのね、大きい、まあ物事。精神的な期待ではなく、そのあくまでその、なんて言うんでしょう。そのね、ですね、お前下手くそか今日、このすごい寝起きで頭回ってる。つまりそのうんちなんですよ結局。お前さ、何ですか？お便りより合ってるよ別に。お便りよりや。お便りの時間から温度感変わりすぎやろ。いやお便りやから。だからその友達とか恋人だとかはそのな、ある程度まあもうお前クラスの友人になるともう何もないんやけど、ある程度のさ、まあめっちゃ仲いいは仲いいけどまだそんな出会って経ってないとか、恋人もそうですわ。まだ付き合ってそんな何年も何十年も経ってないみたいな間柄やと、まあ友達より恋人の方が分かりやすいから、なんかその相手の気持ちに対してさ、ちょっとの不安があったりもするわけやん。で向こう側もあったりするわけやん。とかになるとなんかその試すような期待を感じる時があるわけよ。その受ける側でも、まあ、こっちもしてもってんのかもしれんけど。確かにな、試すはよくあるかもな。そうなんかだから相手の気持ちがどうなんやみたいな期待が俺の言うその大きいことなの。重労働で、家族は気持ちを試すようなのはあんまないと。まあ、そやな。そんなんないわ。っていう意味でなんかあんまないなって思ってんけど、まあ確かに生きてる中で回数的にもなんやかんやその振り回され度合い的にもまあ家族もあるわ、確かに。確かにその考える視点がちょっとちゃうかも。なんかそう。確かにその気持ちを試すみたいなのは家族はないもんな。そう。そんなんだってみんな仲いいもんな。もうなんか良くも悪くも信じた前提やな。騙される時めっちゃ騙されるかもしれんけど疑うことにさ、そのリソースを割いてない。確かに。し、疑われることもないやん、あんまり基本。家族への信頼と友人恋人はだいぶ違うもんな。いやそう、だいぶ違うからね。比べたらあかんやろうな。いや恋人にそのなんか試されるのめっちゃ嫌やな。いやそうやんか。そういう期待はなんか、いやそれは愛でしょとかいいことでしょってなんか言いにくい。でもじゃあ愛って何なんですかみたいなことにもなってくるけどさ。まあ、好きゆえにってことでもあるわけやな。でもいやまあそりゃそうやな。好きじゃないとそんなことにならんもん。まあ、ちょっと友人と恋人どっちで行くかっていう二択俺今まだ迷ってんねんけど。いや恋人いいんじゃない？恋人がいいよ。恋人で行くか。友人と恋人もなんかちょっとちゃうもんな、だって。まあちょっと違ってくるな、友人。じゃあまあ恋人で行こう。
恋人に期待をするうんぬんのトークテーマで残り2時間45分。ちゃんと数えてる。行こうかなと思います。でもこの今の15分の間でうんちの話5分してたから、そこはカットな。カットなんや。そこはカット。まあなんかちょっと安心したわ。よかった。全部カット。流します、綺麗に。はよ、次行けよ、お前。めちゃくちゃいらんこと言うから、めちゃくちゃテーブルの上のペットボトルを落としてもうたわ、今。まあ、なんでやねなんか。うんちの話すんだもん。NG ワードで、うんち。うんち NG ワードで。じゃあこれ、うんちって言った方はどうする？うんちって言った方は、うんちって言ってもたら。まあその責任を持って綺麗にケツを拭くっていうことやね。お後がよろしいようで。ではではでは、また来週。これ、来週は便秘についての話来週はこれ。年明け一発目。便秘について。出ません。おせちで黒豆食ったらうんち黒いんやけどみたいな。うわ、汚なお前。今のが一番あかんわ。なんか、汚なお前。下品やわ。もうどうすりゃええ。うんちトーク止まらんってなんか今までさ、そのなんかイラストで描いてるような綺麗なそのうんちみたいなのを想像してたけど、なんか急にリアルになって嫌やった今。お前のせいで。ちゃんと想像すんなよ。嫌な気持ちになりました。すいませんでした。ケツ拭いてもろて。ふきふき。切ったね、お前。可愛くもない、お前。何がふきふきや。お前でも、拭く前にトイレットペーパーガラガラガラってやってないってことは、お前生地いった今。だいぶ細かいディティール。だってガラガラガラって言ってそこで切れたらトイレットペーパーがその交換もせなあかんはずやもん。お前もしかして今トイレットペーパーのがもうなくなってて交換めんどいから生でいった今。お前俺のことさ山寺宏一やと思ってる。いや一人で全部やるな。全部なんかこんな話してるともうなんてのなんか期待とかで喋るなよお前みたいなやつはって言いたくなるよなもうお互いに。お前らみたいなもんは期待も叱ってくれる人が誰もおらんからさ。なんかそうなりました。ところでよもうちょっと頑張らせてよ。じゃあはい、恋人でいきますけども、前々からじゃあ、まあ、その相手と遊ぶ軽くね口頭でなんか来週空いてるみたいになって、ああなんか空いてるよみたいになって、まあじゃあお互い暇やったら、まあじゃあご飯ぐらい行こうかって言ってたとして、後からなんかごめんなんか友達に誘われたんだけどどうしよっかなみたいになったと。そこでじゃあこっちを取ってくれるのか取ってくれないのかみたいなのがあるわけじゃないですか。よくありますね。例えばね、まあ、お互いねその自分が友達と遊ぶかどうかで迷ってる時向こうはまあその思いがちょっとあるわけやんかなんか。でそこでじゃあ期待なんかねでも期待しないっていう言葉のニュアンスがなんか意図してそのしないようにしているっていうようなのを感じるわけよ。最初からその何も気にしてないじゃないやんなんか期待しないって。そやなちょっと努力の結果やんなんか。頑張って気にしないようにしてるってなんかデフォは気にする人やんそれはもう。で自分がまあ相手か恋人がじゃあ俺と遊んでくれるって言ってたけど友達と誘われちゃったみたいな。でもこっちは遊びたいなって思ってるわけけどまあなんか、いやいやさっき言ってたやんかみたいなのはなんかちょっと言いたくないなみたいな時になんかちょっとひっそり思うわけやん。なんかどうすんねやろみたいな。あいつは結局どうすんねやろなって思うわけやんか。そやな。この時になんかこの期待はあんま良くないなって俺は直感的に思うわけ。それはなぜ？これは自分勝手やなってまず思うんやけど、俺がその時に思うのは俺の中でこれはいい期待やなって思うのってやっぱりその応援
っていう前提がないとあかんなっていう気もちょっとしてるわけ。はい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 。でそれは何かっていうと相手が目指してる方向と同じのを期待するわけやんか自分は。それは応援なわけや。なんか相手がこうなりたいに対して自分も相手がそうなってる姿を期待するみたいな。うん。その期待が叶ったらまあ相手が幸せになるわけね。そうやな。でもいろんな形はあれど結局相手が幸せになるのを期待するっていうのはまあいいんじゃないかと思うわけ。まあそれそれをが相手に伝えるかどうかは形や。別として、うん内心の話ね。ただ今のその約束の話って相手的にはまあどっちも迷ってるぐらいか、まあ、どっちもまあ悪くないと行きたい仲、もしくは両方ちょっとだるい仲、同じぐらいな熱量なわけやん。そうやな。ってなった時にこっちに来てほしいなは、それはもう俺が自分が幸せを感じるためだけに相手の行動に対して期待してもうてるわけよ。で逆にこういうのこそ裏切られた時になんか悲しくなったりなんかムカついたりするわけやん。はいはいはい。でこのそもそも前提の違う期待に関してこの自分のために相手を動かそうみたいなのはやめないとなって思う時があるわけ。まあそれはそうやな。もしまあじゃあ自分と遊んでほしくてでそれで結果違うかった時になんか嫌になったりとかなんかムカついたりするんやったらいや遊んでよってなんかうまいこと言うのがこっち側の責任やと思うわけよ。それを放棄して勝手になんか期待という言葉で言って裏切られたわみたいなのは向こうが悪もんやみたいなのはなんか違うなって思うの。っていうのがなんか俺が今最近の、俺の中で一旦ちょっとまとまってる答えやねんけど。お前なんかあったんお前そんなことより最近のそんなこと最近の俺の中で出た答え、お前なんかあったやろ。最近俺がこの半年ぐらい生きてきてなんかずっとうっすら考えてたことなんですよ。半年うっすら考えてたんこれ。これ友達に関しても同じやねんけどだいぶ重いテーマ半年ずっと考えてたんや、半年ずっと抱えた結果がうんちに今なりました。お前またカットしなあかんやろお前。やめろよ。NG ワードやったな。ごめん忘れた。どういうこと開始でもカットするために今変なことしたってこと。こう乗せてたまるかっていうので今きしょいなんかうめき声入れた。いやお前前回の録音の時にNG なことがあったらなんか合図ちょうだいって言われたから俺これ言ってだから入れたんやん。なんなんやっとしたら順番おかしい。俺が今自分で言って自分で今の NG かって言った後お前もう俺の今の NG かでお前が気づいたんやんだってもうお前今の NG よもうさあんま自覚してない。ごめん違うから。じゃあ次から頑張るよ。じゃありがとう。だからこそその相手が自分に対して期待するもなんか逆にいやそれお前がそうしたいだけやんかみたいなんやったらなんか逆にちょっと嫌というか重いなって思うっていう。イラッとじゃないけど。いやそうそれをなんかだからうまいこと言ってくれたらいいのよ。なんかそれ嫌やみたいな言ってくれたらそれはもういいのよ。だから試されてるような私どっちもでもいいですよみたいな顔をじゃあしないでよって思うわけ。結局話し合いがないとマジで分からんもんな。いやそう家族は多少さなんか通ずるところはあるやんきっと。もうね家族がだってねもうこっちに非日常の中で期待してることなんてねもうちっちゃいことやもんだってもう基本ちっちゃくないのかだからでもなんか言ったことをちゃんとやっといてねみたいなおのおの役割は果たそうねみたいなもんや。お前はそういうのなんかどうなのかなっていう。その恋人とのそのごたごたがあるのはやっぱり最終的にその恋人やから最終的に家族になろうっていう人が多いわけですやん。そうやね。結婚してな。だからそこの帳尻を合わせていくところで、やっぱお前あんま帳尻とかいう言葉使うなよ。何？いや NG かすめてるから気をつけて。いやどっちなんだじゃないお前これは。あんまかするようなことをすんなお前危ない。
ごめんごめんごめん。クリーンな言葉だけを使って。わかった。じゃあちょっと頑張ってみるわ。頑張って。すまん、遮って。彼女とは、恋人とは、そのなんか、最終的に家族になっていこうっていう人が多いやろうから、そこで、やっぱりその、やっぱ帳尻を合わせていく。お前何意気揚々とお前ためて言うてんねんお前。ためてとかも言わん方がいいか、帳尻の後に。あんまりこう重ねない方がいいな。一個一個やったらまだ全然セーフやから。これあんま気をつけ。お互い協力プレイやからこういうのは。こいつ、うんちに敏感すぎる。敏感とか言うなお前。あんまりお尻の後に、お尻って言ったら帳尻の後に敏感とか言うなお前。ややこしい。じゃあ何が OK やねんこれもう。いやもうだから NG を一旦その離れよう。お花畑みたいなとこ想像して。まあそれはそれでちょっとあかんのかだから、お花畑とかもその逆になんかその、ね、近いもんな。何かとは言わんけどお花とかも近いからなんかもっと綺麗な場所行こう。なんか想像して、お前の思う綺麗なとこどこ？綺麗。この世で一番綺麗なところ。この世で一番お前が思うファンタジーな感じの前、どんななんか景色が綺麗なお前は。そうやな、そうやな。じゃあウユニ塩湖で危なすぎる。もう最初と最後がお前もう挟まってもうてるから。綺麗やのにせっかく。お前もう危ないわ、怖かったと思ったら最後ここで終わったから、お前もう一回こときっと来る感じあったけど。危ねえお前。お前いつまで引っ張んねん。いやだからお前がずっとさ、なんかチキンレースみたいなことするから。いやそんなつもりないんやけどな。ごめんな。何やって？どこまで言うた俺。恋人は家族になろうよ。そう、なろうよっていう段階やろうから、そのどうしてもそのなんていうの、お互いのことを理解していく段階は、やっぱその衝突することが多いわけや。そこの衝突した段階でちゃんと話し合わないと、そのどうしてもやっぱその家族は同じ環境でさ、同じ家で過ごしてきてるわけやから、まあその大体わかるやん、なんか嫌なこととかさ、やっとかなあかんこととか。いやし、なんかその俺たち子供目線やんか、まず始まりは。子供に対しての親の関係性の話やんか今。俺らその自我がない頃から言ってるからね。そうよ。自我の形成にもその親の期待はもう内包された状態で育っていってるわけやから、言ったらもう親がどんなものかっていうのがな。そうよ。だからシステム的にだいぶそこよ。そうだいぶスムーズに生きやすいシステムにはなってるもんな、なんか。そうよ。だから自我かける自我は衝突ってことよ。そこでやっぱ期待しすぎると、そのなんか家族に対してのその感覚で言いすぎると、まあそれは衝突しますわ。まあ確かにっていうか、あらなんかうざめやね今の。お前春日の終わり方使うなよお前。今春日の技使うまでもなくいけたって。滑ってなかったって別に。ボケといた方がいいんかなと思って。ボケた後におーやからボケとしたらあかんから。ごめんそっか、むずいな。むずいよこれ。一個お前の話聞いて思ったのは、その期待するっていうのはある意味その未知なものに対して期待するわけやん。でその未知なる変数が出会って間もない恋人とかだったら多いわけ、お互い知らんことが多いから。だからこの人この時はどうするんやろうなみたいなんで、こうしてくれたら嬉しいなの結果の今の話やから、それをだから一個一個そのすり合わせていった先に家族の形があるんやろうね。だから家族に対してもう未知なことあんまないやん。もううちのおかんはこういう時こうなりますもう大体分かってある。もうあとはだからでしょうね待ちなのよ。もうやっぱりねみたいな。またかよ。またかよやから。がっかりする時のワードまたかよやからもうね。
だからあれやね、恋人が家族になるこのグラデーション、どこがもう最後の境界線かっていうと、またかよが出るかどうかやね。またかよが出たらもう逆に安心っていう、ね、そう、全てのことにまたかよが出たらもう安心。ただ問題はこっからドキドキがなくなっていきます、今度。うわ、お前そんな難しい話。これ。じゃあ次回はうんちの話、総集編ということ。ああ。しかも何がうざいって総集編やから今までの素材使い回すっていうね。新しい話はないっていう。今回分だけやんけ、お前。今回分だけ。お前ただの再放送。今日の録音お前半分ぐらいうんちやぞ。そらお便りこんわ。こんな。誰が送りたい？だって真剣にお便り書いてもなんやかんや半分うんちになっちゃうやん。でも半分はすごい真摯に寄り添うよ。こっちは。いや、そうよ。うん。判決は汚れてるけど、もう片方のケツはそのために割れてまんねん、こっちのケツは。切ったね。切ったね。最低な言い回し。最低な言い回し。なんか言おうと思ったな、今。何言おうと思った？お前の話を聞いてて、なんかいろいろ真面目に考えてたのよ、いろいろ。ただまあ全部流れていった。あるものと一緒に全部流れていった。どうしよう。下水あさったらまだあるかな、手前の方に。結局君の主張は何なんやったっけ？だから俺には期待すんなよ。もうだいぶ戻ったな。期待すんなよっていう。俺には期待すんなよや。まあでも恋人やとまあ、でも期待されると恋人やったら嬉しいかも。どういう期待でもそれは。なんやろ、例えばそのデート行くときになんかいいお店予約するとかさ、なんかちゃんとエスコートするとかさ、そういうところで、ちゃんと彼氏してくれてるっていう風に、感じてくれて、喜んでくれたらまあ嬉しい。それは可愛いよね。それは可愛いよねとかでもただのスケベのおじさんみたいなの入っちゃった。それは可愛いよね。確かにな。まあな、モチベーションにもつながるからね、でも。まあ、それはね。だから、それで言うとお前は自信があるってことは。エスコートしたりとか。自信はね、でも、自信ないんやけど、彼女に対して、なんか、まだまだこの彼女のこと分からんっていう段階やったら、しんどいけど、ちょっと続いた後はさ、やっぱちょっと慣れてくるやんか。分かってくることも増えてきて。そう。でも俺はもともと、人のことをちょっと信頼しすぎるっていうか、あんま考えへん人やからちょっと長いこと一緒におる彼女やったら、もう、この子はもうじゃあ俺のこと好きでいてくれるからっていうので。大うぬぼれの時期が来るもんな。そう。それでちょっと調子乗って、いらんことをしたりとか、あんま張り切りすぎやんくても、まあ、いけるかなっていうような考えた方にはなっちゃう。でも、なんか、ちょっといいことを言ったと思う、今。任せてほしい、ほんまに。いや、まずお前あんま今ピンときてないやろうから、ちょっと喋るわ。お願いします。お前今虚勢だけで頑張ろうとしてたから危ないお前。ちょっとまあ待てよ。なんで分かって。待てよ。まあ、もう一個思ったんやけど、いい期待って何やろうっていう時に。もし、まあ、期待される側の目線からしたら、なんか嫌な期待のされ方と、まあ嬉しいモチベーションになって頑張ろうっていう期待のされ方があるやんか。でまあ君の話とも通ずる気がすんねんけど、やっぱもし自分がこの失敗して期待裏切っちゃうことになったとしても大丈夫っていうなんか安心感が前提にあればいい期待になりやすいんじゃないかなって思ったの。はい。だから大うぬぼれの時期はさ、なんかまあ多少なんかちょっとダサくても、可愛いと思ってもらえるだろう、それだけで嫌いになられたりはしないだろうっていう安心感があるからこっちも頑張ろうって思われるわけや。なんか、いい彼氏こっちもじゃあ頑張るわみたいな。
そうやな。出会って最初のさ、なんならまだ付き合ってないけどいい感じみたいな時の緊張感やばいよな、だからな。あれすごあのいよ、期待はおマジで。互いそのあかん期待で言ってお互いのその理想そうやな。の男と女を全面に出しながらね、なんとおかこの互いがおくぐ互いをな、り抜けて、もそうう。まあであのもそれが時期の期楽しい時待まあそう期やもんな。だから一番ドキドキではあるんやろな、だからな。せやな。わからんからこそな。いやそう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 、あ確かにな。うわ、てかそんな恋愛ある？確かにな。あのさ最初の方のさ時ってもうお互いそうやん、お互いの期待を理想像をさまずやってさ、うその中ん。からなんとかその9大点以上に持ち込めるかみたいな時期ってさ、うもう俺なんん。かある種のロールプレイみたいな気持ちになる時あるもん。なんかいい男のロールプレイみたいな。いや、いいまあ、そう男をなるよ演じてるな。感じがある。その自分なりに頑張って。だうから絶対ん。まあケツまあま割れてて半分がとかいう話せえへんわけやんか。あ。そう、誰がすんねん、お前、それ。誰がでもできんねん、そ素れ。の俺はそうなわけよ。すまあ、ぐケそうやな。ツ出してまうわけやんか、話の中で。あんまおらんねん、お前、クレヨンしんちゃん以外に、そんなやつ。っていうのと、その期待を、するのは未知数なところっていう話があったけどさ、うん。その友人でも全部そうやねんけど、ちょっとずれたところでいくと、なんか相手の自分の嫌なことを、これは私嫌だよみたいなことを言わない方が円滑なコミュニケーションはできるわけやんか。まあまあとかまあ。なんか嫌やなってその人のそういうとこなんか苦手やなというかなんか、ある程度関係性が深い状態でね、なんかそういううん。とこそういうのやめてほしいなとか、私はそれ嫌やったなとか、なんか違うんじゃないかなって思うんだよねみたいな時に、なんかそういうのを伝えやんと離れる人もいるやん、なんか黙ってうん。とかっていうのとか、なんかそういう嫌を言うのってさ、ある体力も使うし一瞬関係性は悪くなるやん、恋人でもなんかそうやん、不満を何うん。も言わないみたいなうん。方がうまくいくけど、ただ恋人の関係性をずっと長く幸せに続かせようと思ったら、それはあかんわけでさ、結局自分が相手はこうしてくれるんじゃないか、してくれなかった、じゃあこの人はちょっと違うかもなじゃなくて、いやこうしてほしいよっていうことの方が逆に優しさやなって思うわけ。はいはいはい。めっちゃわかる。そう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 。だからもし言わんと相手の好きなようにしてほしいみたいなことを言うんやったら、こっちに合わせんとというか、うん。あんたがそういう人間のやったらもうそのままでいいよっていうスタンスでこっちは離れるだけよってやるんやったら、なんていうの、もう相手がどうあろうともう自分はもうそれを受け入れ続けないといけないと思うの、もう責任として。まあ、そう言ってしまったからにそうそう、はな。相手のためにはね。だって相手はまず離れてほしくないわけよ、あなたには。っうん。ていう前提で関係性を続けることが目的なのであれば、言わないとねって思うわけ。マジ言わないとわからんもんな。ちゃんと伝えて、そのお互いが納得した上で、納得した形を作っていって、やっと長いこと付き合っていけるわけやから、うん。何も言わんかったらだってそんなんな、いや、どうしようてもない。かね、もうね、しんどいよね。相手がマジでどうでもいいことやったとしても、こっちとしてはもう分からんから、それすらもうなんか、どっちなんかやこれはみたい不安やな。にそう考えていかなあかんがなっていくから。正解がどこかわからんから、とりあえず全部やってみて、そうそうそう。まずみたいな。これが問題を出されてる状態なのかどうかの判断からせなあかんから。何も言ってくれへそう。んと。だからそれで言うと、マジで、その人が、ほんまになんとも思ってなくて、うん。そう言わなあかんとかもうん。ない状態、うん、ない状態ね。ない状うん。態で、そのもう一人の方が、これどうなんやろ、これどうなんやろってなってるだけ、うん。片方だけが思ってる状態うん。の時も、そいつが、これって大丈夫みたいなことを聞いてあげないと、なんかもう気遣いやな、ほんまに。いや、そうなんですよ。そうなってやし、もうくるよな。最初っからこれどっちなんや、問題出されてんのかってなってる時点で、相手がそのタイミングではたまたまほんまになんてことなかったとしても、それまでに
その問題と言わずに問題を出してきてると思うね、過去に。その積み重ねでもこっちは疑心暗鬼になってるわけやんか。うん。だからまあ結局お互いに責任はあるなとは思うよね。みんなちゃんと言おうね。いやそうなのよ。もう NG ワードとか言ってる場合ちゃうから。いや、ほんまや全部言っていかない全部いやもうそれでもええわ最悪。もしなんか自分が嫌やなと思ってでもなんて言っていいかわからんなっていう時もうわーとか言っとけばその大丈夫かってなるから絶対。何かしらの問題が発生したことは伝わるから。それめっちゃええやん。問題すぎるやろ。めっちゃいいやんそれ。いいんか今の、ちょっと私なんか高校の時の男友達となんかめっちゃ仲良くてそういう感じじゃないから遊んでくるわとかって言った時にもうなんか言っとくわおお待ていかん方がええなこれはなってなるから発作がえぐいから大丈夫。そらなるわ、なんかまずいことなんやっていうのは伝わるからそれだけでも一歩大きな前進よ。確かに、その後ね落ち着いて看病してもらった後にゆっくり喋ればいいんやから。必要に応じてそう言えることは焦る必要はない。そう焦る必要はないから相手を焦らそうまずはそうとりあえず驚かせたらこっちが焦った時点で不利やからもう焦ってる方がだからまずこっちが焦らすっていうねもうこれです答えは。いやそいつ焦ってるやろだから平常心でってできるかどうかよ人間力。強そいつ包み隠さなさすぎやろまあいい答えが出ました。いい答え今回お便り解決ということで解決しました。お便り解決初めてのお便り解決。このお便り書いたん誰やったっけ。俺俺この時間何マジで俺お便り書いたよ。お前ピエロやん。だからお便りお前も書いてくれていいから別に。じゃあ来週はお便り僕の番という書いてくれる。生きてる中でちょっとでも思うことあったら書いてくれたらいいわけやから。オッケー絶対解決するから。絶対言うたで。任してほしい。なんで自信ある？正直分からんことないから。すげえ全知全能や。全知全能かその無知の知以下の存在。知らないことを知らないどっちでしょうっていうね二択を最後に皆様にこの謎を残してお別れしたいと思います。終わりらしいです。